にちは。今回はメダリスト第15話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。みんな小学生とは思えないほど偉すぎる。俺は生きてて恥ずかしくなるよ。キャスト、私がこの大会の金メダルを持って帰ります。そうだね、持って帰れると良いね。もう終わり。あと300分やれ。いやー、さすがに面白いね。いや全部応援したくなるねこれ。ミキは本当に心臓に悪い。毎回ドキドキする。いろんな選手の思いが交錯する限られた枠をかけて。メダリストやっぱすげえよ。主人公が滑ってないのにこんなに面白いんだもん。マジでキャラクター全員良いな。全員応援したくなる。絵コンテ渡辺真一。4人の演技同時であそこまで見せるのやばい。精神力最高にかっこいい。セコマさん面白み水おじさんから有能解説おじさんになってるのいいな。1期もすごかったけど2期になってスケート描写が格段に良くなってる。主人公バナナ食べてただけだった気がするかい。エンディングテーマやばい。この作品やばい。語彙力喪失するぐらい圧倒的だった。今回ルール説明会だと思うんだけどめちゃくちゃわかりやすいし作り方がうまいな。1番で滑ってまだ2位にいられてるりんなちゃんもすげえよな。協力。鼻血出るほどに壁に激突したのに諦めずに滑走したりすくるみちゃんの気概が好きです。この緊張感マジで試合観戦の時のそれだわ。見てるこっちまでヒヤヒヤしてくる。スケートってすごいシビアな世界なんだな。選手寿命短いのわかる気がする。来週ゆうなちゃんと慎一郎先生でワクワクが止まらない。ここから主役級がどんどん出るのか。全員好きになっちゃうよ。こんなの見せられたら。まだ始まったばかりだからここからどうなるんだ。一人一人じっくり描かれてて面白かった。主人公バナナもぐもぐしか出番なかった。細かい見せ方すごすぎる。来週も楽しみすぎる。ほんと熱いな。来週からオリンピックと並行していくぜ。気づいたら見入っててなんなら泣きそう。全員メインキャラ格でいらっしゃる。みたいなキャラしかいないな。石油王の下りカットされたかと思ったら順番も入れ替わってたのか気づかなかった。密度濃い回だな。声でモノローグついた演技見てるだけで泣けるんや。めっちゃイケメンなこと言ってた子普段はテレアなのかな。まさにスポコンな回やった。来週以降もだろうけど。私のカード会よかった。安心した。主人公ほぼミーティングだけで終わっちまった。林勇気だらけやん。さすがすぎる。やだ、メダリスト熱くて泣ける。選手もコーチも全力で良すぎる。真夜中なのに熱くて目が冴えてしまう。来週からの冬季五輪楽しみやな。エンディングがまたグッとくる。最終は2人には号泣してるかもしれない。まなかちゃんの声優さん長縄マリアちゃん。メイドラゴンのイメージ強かったので全然タイプ違って新鮮だ。メダリストやっぱ熱すぎる。みんな報われてほしいよ。いやー、涙止まらん。うまく着氷できなかった時オリンピック並みにゃって声出してしまった。プログラム構成の妙理が少し分かってきた第15話でした。フィギュアスケートの見方が少し進歩した気分。曲全部林勇気さんなんだね。すごいなすごいな。おお、ゴリ先生は小林千佳弘さんだったか。愛知が舞台のアニメを愛知出身の人がするのって嬉しい。みんな贅沢に滑らせてても無理させないという意志を感じる。マジであの量の動画をどうやって精度よく描いたんだろう。さすがに 3DCG 舞台のクレジットがすごい量だ。しかし演技構成をカードゲームに例えたのは分かりやすくてすごいアイデアだと思ってる。暑いな。あっという間に終わるよ。いなりちゃんの演技はなかったけど面白かった。中部大会で一番好きなに5番滑走シーンがしっかり出来が良くて満足です。漫画の4人同時滑走をよく表現したよ。いい気分で寝れるわ。CG めっちゃ頑張ってるな。 CG の嘘が違和感ないな。現実の競技では見えない視点だしな。
手書きと 3D で極端に差がつかない。ちゃんとやってくれてるな。一番のリーナちゃんが高得点出したので、みんなそれ超えるために高難度のギャンブル構成になる。当然ミスは増えるわけだな。最後までスタミナ持たないってそれが普通なのかな。小学生だしフィギュアスケートは体が小さい子のが有利なのでスタミナはない。小学生でもなくても後半に難しいジャンプを減らす。トップの大会でも滑走後はみんなハーハーゼーゼーだしね。全員に満点あげたい。これ4人全員同じ曲で演技してるの。課題曲が決まってる感じ。そういうわけではない。漫画では全員の演技を同時に描いていたからそれと同じ演出。こういう本編があるから日常や練習があるオープニングやエンディングが生えて良いなと思った。セコマさんすでに1期の全部のセリフ量を超えてそう。この女児たちの背景がよくわからないからいまいちのめり込めないのがちょっと残念。顔ファンブック2。中部ブロック大会ノービス A 女子の競技が開幕。新キャラクターだらけの大会なのに、みんながこの一瞬にかけて積み重ねてきた努力をたくさん感じて思わず泣いちゃうな。今週の最終滑走のロバマナカちゃん、感情がすごく伝わってくる良い滑りだった。マナカちゃんのスケートシーン、原作だとかなり多めのテキストでスケートの採点ルールの説明をしてるんだけど、アニメではスケートの勢いや熱量を優先して最後のジャンプ 1.1 倍の一つのセリフに全部まとめた改編。アニメ化改編として素晴らしすぎた。しかし話も見せ方もいいけど CG モデルがめっちゃいいな。見ていて全然違和感がない。同じテレ朝アニメのワンダンスにもその技術少し分けてあげてもらいたい。上崎光選手がいない中、順位争いが激しくなる中、みんなこけてもそれでもそのミスを取り返すため最後まで滑りをやめず頑張る姿勢に涙が出た。ほんとみんなかっけえよ。みな心折れずにガツガツときます。点数が低くて報われなくてもこの大博打を見ていると運命に打ち勝とうと必死になっている姿に惹かれる。反復とか言っている場合じゃないです。勝者の条件って何だろう。諦めず冷静になることだろうか。演技に思わず見入ってしまう。作品の主人公ではないのにそれぞれの子が主人公に見えた。4人一緒で処理された子たちでさえそう思えた。描かれた尺は短いけど彼女たちのこれまでの積み重ねや思いがその中に見えた。熱い、本当に熱い。いのりちゃん出てなくても本当に面白い。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。